不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは私の勘の鋭い友人の田中さんから聞いた話です。田中さんは埼玉県の某所の医療クリニックで受付の仕事をしています。ちょうど1年ぐらい前のことでした。いつものように田中さんはクリニックの受付デスクで事務処理や電話での対応などをしていました。その日はさほど忙しくなく、ちょうど書類に目を通していた時でした。どこかからふと女の人の声がしたので、田中さんはてっきり女性の患者さんが入ってきたと思い、習慣的に「こんにちは」と声をかけました。でも誰も入ってきませんでした。なんだ空耳か、そう思いまた仕事を続けました。するとその直後にクリニックの玄関ドアがスッと開く音がして、ひょっこり小島さんという患者の女性が入ってきたそうです。その小島さんという女性は実は田中さんの友人で、このクリニックに時々通っていました。こんにちは、今回はどうしたのと久しぶりに医院に来た友人に田中さんが尋ねると、このところ体調が優れなくて、などと小島さんはいろいろ体の不調を話し始めました。田中さんはそんな話を聞いていると、どこかからまた女の人の声が聞こえてきたそうです。小島さんがとくとくと自身の体調の話をしている途中に、女性の話す声が割り込んできました。何を言っているかまでは分かりませんでしたが、田中さんは少し気味悪くなり、ねえ、さっきから気持ち悪いんだけど、女の人の声がする。どこにいるのかわからないけど、と小島さんに言いました。すると小島さんは一瞬ハッとした顔をしましたが、すぐわからないというような素振りをしました。でも彼女の顔からみるみる血の気が引いていったそうです。結局その日はそれ以上の話はなく、小島さんは診察を受けてそのまま帰ったということでした。すると小島さんがクリニックを出ていくと、それを見計らってクリニックの先生がいきなり「彼女を治療している最中、妙なんだが女の人の声が聞こえてきたんだよ」と言いました。田中さんは「やっぱり先生にも聞こえたんだ」と驚きましたが、それは小島さんに何かしらの霊的なことで良くないことが起きているのではと心配になりました。そこでその次の日、田中さんは仕事時間の合間に小島さんと会い、詳しく話を聞くことができました。するとあの後、小島さんも女の人の声が自分につきまとっていることを知ってかなり気にしていたそうです。そしてあることがそれに関係するのではと思ったそうです。さて小島さんのそのあることとはこういう話でした。小島さんには今から20年近く前にお子さんの幼稚園で仲良くなったママ友に A さんという方がいたそうです。ただその A さんの娘さんなのですが、軽い目の病気があった上、それとは別にちょこちょこ小さい病気にもかかり、その頃からずっと病院通いを続けていました。母親の A さんはそれを悩んでいたので、小島さんもよく相談に乗ってあげていました。そんな病院通いを続けていたため、A さんの娘さんは学校にも満足に行かれなかったそうです。そして A さんの娘さんが20歳になった時でした。その娘さんの目の病気が悪化し、原因不明の体調不良も起こしていました。そのため娘さんは当然高校大学にも行かれず、前にも増して病院を行ったり来たりの生活になりました。そして最近になって原因が分かってきたそうです。脳の中の髄液が髄膜から漏れて、それが原因で目の病気になっていたのです。そこですぐ入院し手術をしたそうで、それで良くなるはずでした。ところがその手術は成功したのですが、
娘さんは今度は心臓の病気になってしまったのです。集中治療室で酸素マスクを装着し、心臓に管を通しているので動くことはできずに寝たきりになってしまいました。そして A さんはついに自分の娘がここまで不運なのは誰かに呪われているからか、もしくは悪霊の仕業かもしれないと言い出したそうです。そこで神社や霊媒師、祈祷師などに次々とお祓いや除霊をしてもらったということでした。時には電話でお祓いをする霊能者に10万円ものお祓い料を払ったくらいでした。でもどれも全く効果はなく、娘さんは良くなりませんでした。ちなみに A さんの夫、つまりその娘さんのお父さんの一族は実業家の旧家で、昔から大変裕福でしたので、そういった霊的なことにお金を使うことができたのです。小島さんも病院にはちょくちょくお見舞いに行き、差し入れをしたり、A さんの病院までの送迎など、できる限りの援助をして親子を励まし続けていたそうです。でもそれは少し行き過ぎた感がありました。小島さんはいつの間にか A さん親子中心のような生活になってしまいました。そして田中さんのクリニックに小島さんが久しぶりに訪ねてきた日は、ちょうど小島さんがその A さん親子の病院を見舞ったすぐ後だったそうです。その時田中さんが女の人の声が聞こえると言ったので、小島さんは背筋に冷たいものが走りました。なぜならそういった不可解な現象に思い当たることがあったからです。最近になってA さん親子を見舞った後に、必ずと言っていいほど小島さんにおかしなことが起きるようになりました。まず車を運転中にもらい事故に遭いそうなヒヤッとする危険な目に何度も遭いました。また小島さんが経営する会社でも不運な出来事で大きな損失を被ることになりました。最初は偶然だと気にしなかったのですが、その後も A さん親子に会うといつも決まってろくなことが起きなかったということでした。そんな最中に田中さんから自分に女性の声がつきまとっていることを聞いて、まさか A さん親子の不運が自分にも影響してきているのかと怖くなってきたそうです。だから私このところおかしいのよ。A さん親子のことで霊的な悪影響を無関係の私が受けているなんてことあるかなと田中さんに聞きました。まずその A さん家族について小島さんも詳しくは知らないのですが、 A さんの夫の一族は古くから事業に成功し裕福でしたが、どうやらその直系の血縁では精神病や奇病にかかったり不運な事故に遭う人がたくさんいるようでした。どういう過程を踏んで事業で成功したかは知りませんが、一族は誰かに憎まれ呪われているのではないかと田中さんは考えました。ママ友の A さん自身は一族に嫁いだ人で血縁ではないので、一族の血を引く娘さんに呪いがかかっているのではないかと思いました。ですから田中さんは小島さんのように周りが A さん親子を助けようとすると、 A さんの夫の一族に取り付いているものが邪魔をしてくるのではないかと感じました。小島さんに女性の声がつきまとっていることを考えると、その A さん一族を呪っているのはおそらく女性で、ひょっとしたら生きている人の可能性もあります。いずれにしろ女が取り付いているということです。そして今も小島さんにやつらを助けるなとその女が警告をしているのかもしれません。勘の鋭い田中さんは小島さんはもうその A さんとは関わらない方が良いと感じたのですが、そこまでは言えなかったそうです。でも小島さんはどうすべきか理解している感じがしたということでした。その人に人格的に問題がなくても
その人のいる環境が邪悪なものに取りつかれている場合、周りは気をつけて接する必要がありそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。